今日は紙コップロケットを今までで一番遠くまで飛ばすために一つずつ確かめながら飛ばしていくよ。まず回転させないで飛ばすよ。1.8 メートル。じゃあ回転させて飛ばすけど、どれくらいねじればいいかやってみるね。ねじりを30度、60度、90度くらいに変えて飛ばしてみたよ。3回とも2メートルか。でも回ってる方が最後までまっすぐだったな。この回転にコップの底を取ってやるともっと飛ぶんだよ。ねじりは30度、飛ばす角度も30度のままでいくよ。ほらね。3メートル。次は飛ばす角度を変えたらどうなるか試していくよ。さっきまでは30度。今度は35度で飛ばすよ。壁にぶつかったところが3メートルだからさっきよりは飛んだね。じゃあ次は角度40度だ。35度の時より飛ぶのかな？あれ？高く上がったけど距離は出なくなったな。それではとっておきのやつ、輪ゴムを増やすよ。打ち上げの角度はさっきの40度からいくよ。輪ゴムが強くなったら上に上がらないで飛んだな。4メートルを少し超えたね。角度を35度にして。これも4メートルは飛んだね。最後に角度30度。これは4メートル届かないかな？これも4メートル。角度を変えても今までで一番の紙コップロケットでした。これは実験の再現性を出すための発射台です。今回の実験で分かったのは、輪ゴムが強いとまっすぐ飛びやすいこと。コップを同じ量でねじっても、輪ゴムが強い方がコップを回転させる力も強くなるから、ジャイロ効果が増すんだろうね。今回は仰角を30度から40度で実験したけど、輪ゴムが弱い時は35度が一番飛んだね。空気抵抗がなければ45度が一番飛ぶんだけど、やり投げの選手は37度くらいで投げるらしいから近い結果になったかな。発射台にロケットの輪ゴムを引っ掛ける V 溝をつけるところ、とっても大事です。今回何より重要なところは紙コップにマックのコーラのコップを使ったこと。輪ゴムを2倍の強さにするとコップが壊れやすくなるんだ。マックの紙コップはダイソーの紙コップより丈夫だけど、実験の終わりにはかなり傷んじゃいました。もっと良い組み合わせがあると思うから試してみてください。